葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ靴底を振り減らして話でも止まれないのはなぜカバンの中に星空嵐の夜もそこにあるそろそろ旅に出ろローバーに咲く花よ花よゴロゴロ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明けそろそろ走り出せ壊れるまで遊べ遊べ踊ろうよ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明け小笠原様。まあ、こちらがエドゲン様のお上役の。エドゲンや雪やつはどうした？妙な人殺しがあって、それで。用意の仕業だと？いえ。アトルだったな。カムロの王までありんす。ここを出てもらう。トリーラがまだ目をつけている。とりあえず前島商店に。ここにいろと雪やつは言った。そんなわがままは聞けぬ。わがままとは。いや、偉人の女でございますか？さよう。姿形は我が国のものになりすましておるが、その偉人の国では人柱となるものを選び、生きたまま真の像をえぐり出すのだという。そりゃもしや。このところ続いておる遊女殺し、それはこの偉人の手によるものであると考えられる。ここ一月余りに新たに雇われし女、無論カムロ下働きに至るまで全てのものを改める。近頃雇ったといや嬉野花魁のカムロ。次は偉人の女でございますか？そのカムロ嬉野の店の大間か。お前たちはそうやってガン首を並べていろ。あの女は俺が救う。おい、無事救えたらあの女は大間は俺のものだ。甲斐修三郎、待て。お前は。外の騒ぎは何でありんす？お前を探している。開けろ。その偉人の女は流行り病にかかっている恐れもある。なんてことを。逃げるぞ。私は。お前に教えてやるよ。この世は極楽で地獄だ。偉人の女ではない。殺しは蝶の彫り物に関わりがある。殺された女は二人ともこんな彫り物をしていた。だが死んだ時には消えていた。この謎を解く方が先だ。
そいつだ。そいつが偉人の女だ。行くぞ。おい、一郎、どうした。あの女を捕らえ、今度こそ番社改め所、無事では済まさぬ。リュウド、あああじゃない。どうしてお前がアトルを連れて逃げなかった？教祭に任せた。アトルにとって異界を見たお前だけが心を許せるものではないのか？教祭はアトルにこの世の面白さを教えてやると言った。悪いことじゃない。アトルはまだ異界に未練があるからな。でもリュウド。才蔵さん、何を怒っているんだ。近づくな。偉人だ。異国の流行り病を持っておる。病持ちだってさ。体を切り開いて腹渡を食うらしいよ。怖い怖い。何言ってんだい。あんたなんか病の一つや二つ。この羅生門菓子の鬼女たちがユキは私の声が聞こえたら。このお歯黒ドブは臭いし泥は深い。とても渡りきれるものじゃないよ。わっちら女をこの吉原から出さないようにするお堀さ。この部屋は。死んでるよ。長いこと戸屋についてとうとう傘が頭に来ちまってね。投げ込み寺に連れて行かなくちゃいけないんだけどね。投げ込み寺。吉原じゃわっちらが死んで引き取り手もないとね。ほら堤の先の上観寺って寺に放り込まれるのさ。200文だけ添えてね。あとは寺で適当に埋めてくれるさ。聞いた話だけどね、寺に放り込まれる死体の年を鳴らすと22、3だってさ。それに比べりゃそこのは随分長生きした方さ。28になれば年季が明けて誰でも外に出られると聞きました。年季は明けるさ。だけどいい旦那に惹かれるわけでもなし、今さら帰るうちもなしって女が大半さ。そんな女たちはね、こういう切り見せで追いさらばえるまで商いを続けるんだよ。みんなここを地獄だって言ってるよ。羅生門の鬼のような女たちが必死に男の袖を引く。羅生門菓子って言うんだ、ここは。蝶。ああ、好きだったんだよ、その女はね。私も好きです。わっちゃ嫌いだね。芋虫からさなぎになって蝶になる。いつかは私も美しい蝶になりんせ。そんなこと考えている女はとんだ間抜けさ。あなた清花。昔清花って花魁がいたのさ。やっぱしこういう店から始めてね。だけど決して矜持を失わず、自分一人の才覚で花魁にまで上り詰めた。わっちもね、そうなりたいのさ。花魁になりたいの？花魁も男たちに使われているだけさ。わっちはてめえ一人で生きてみせたいんだ。
なんだい、何も隠してねえよ。どこに潜みおった女め。少々手洗いが片っ端から探すしかない。承知した。待て、キコラ。異人の女が騒動を起こしているというのは確かだ。それで何が分かったんですか？この女たちの体の中は泥のようだ。そりゃ時間が経っていますから。そういう意味ではない。骨も肉も皆混ざり合ってしまっているのだ。体の中身が溶けている。見つけました。これでよろしいですか？うん。芋虫はこのようなさなぎになってやがて蝶となる。ではさなぎの中はどうなっているか。これは蝶だけではない。さなぎを作る虫はどれもさなぎの中で一旦このように溶け、ゆっくりと固まって別の形となる。不気味な、まるで用意だ。そういうことだ。この女たちはさなぎにされたのではないか。用意が女の体に潜り込み、体内を溶かして成長する。それを繰り返して次第に大きくなっていくか。蝶の彫り物はさなぎにされた印。女の中に潜り込み大きくなる用意。殺しが用意の仕業ならば異人の娘が罪に問われることはない。用意を見つけよ。今度こそアトルを殺せと言われるかと思った。我らの敵は用意だ。だが竜道、あの馬には近づくな。は？あの馬とお前は。俺が用意になると？その時は私が切らねばならぬ。しかし女は3000人いるんだろう。どうやって彫り物を見つける？暁斎が言っていたな。殺された女は近頃妙に色がついて見えたと。用意に疲れた女は様子が変わる。いい女になるってことですか？少しは絞れますかね？まだ出ない方がいいよ。でもあんた嬉野オイラのカムロだろ。でも嬉野はあんたをかばってくれたかい？それは私が病を持っているなんてデタラメを。わっちらは病なんか恐れない。嬉野のカムロをわっちがかくまうなんざ面白いじゃないか。あなたもいつかはここの外に行きたいんでしょ？わっちは好きでいるのさ。男にすがって生かされるならそっちの方が地獄さ。一野だ。清花、俺にもお前一人ぐらい養うことはできる。ご直参お先手組がめとってくださるってありがたいね。殺しは異人の娘のせいではないかもしれない。蝶の彫り物が、いや、とにかくここを出た方がいい。なんでわっちなんかに構うんです？たかが初めての相手ってだけで。それで十分だ。わっちは長いこと本所で商いをやっていたんだ。そんなわっちをずっと忘れられなかった。それじゃいかんか。あなた様と一緒に暮らして、それがわっちのすごろくの上がりですか？喜んでくれると思っていた。異人の娘を探している。加藤改めでござる。あり。妙ですね。わっちは男にも誰にも頼らないでわっちの身一つで生きていく。
そう思っていたのに、一ノ様に言われると妙に心があったかくなる。わっちはそれが憎い。キワラ！おま！やめて、ケンさん。清花、その娘を殺さなければならん。殺さねばお前に遊女殺しの罪が。なんだろうこれ。死んだ隣の女が同じような彫り物をしていた。起きろ、部屋を改める。現れましたね。観念したか。雪はあのようよ。噂通りすごい馬だな。さあ行こう。行く？外だ。お前はどこにでも行ける。あの人も本当はどこかに行きたかったんだ。自分でも気づいてなかったけど。え？どこに行こうとしているのだろう。どこに行けばいいのかわからない。ここで生きると決めても、もしも背中に翼があればもっと別の生きどころがあるのではないか。そう考えてしまう。そう考えてしまう自分が許せない。アトル、あの人はどこにも行けない。一ノさん、どうやら私たちの仕事のようです。雪安さん、用意。なんでだ一ノさん、あんたはそれでも立派な侍だと思っていた。何があんたを惑わした。刀を貸せ。相手は武士だ。あんたは何を。あの字は。死んでいた。吉原の外に行きたいの？それがあなたの心？お先手組一の権領、遊女を次々と手にかけ、自ら席を取り自害。そういうことにしておけというのか。用意のことはお互い記録には残したくなかろう。異国の娘などいなかった。一野さんが全部の罪を負ってくれる。
そうでなければ市野さんがどういう最後を遂げたかも明らかにしなければならない。雪八さん、あの侍の綾神は何だった？あれは人が後ろを顧みている姿に心という字が組み合わされた文字だ。去りゆく者が後ろに心を残しているということだな。それはどんな文字ですか？人が後ろを顧みている姿。まだこんなことをしているのか？俺と行こうぜ。私はここにいる。そうかい。ここの楽しさが分かったか。やっぱりあの赤い風景がいいのかい？それは罪か。別の風景を求めてしまうのは。あの蝶の彫り物が。誰だ？誰が？蝶になったら死ぬだけでもさなぎは帰らずには折れないものな。からくりとは人が作った機械。からくりが動くとき少しだけ歴史を変えるのか。アビが求めていた姉の面影。16の話、木の民。